彼女が正門に着いた頃、雨足は弱くなっていた。遠くの空には日差しが見え隠れしている。この分なら雨は昼過ぎに上がっているかもしれない。と言っても、私には関係のない話だけど。空模様とは裏腹に彼女の運勢はボロボロだ。徹夜明けの朝に起こされた上、冬の雨に見舞われた。この分では要件とやらもろくなことじゃない。そんな予感に頭痛を覚えながら、彼女は正門を抜けて校舎に向かう。途中すれ違った生徒は一人もいない。部活中の生徒も見当たらない。職員用の玄関の受付には休憩中の立て看板。学校は生徒に平等な休日を与えていた。もちろんこんな時間に呼び出された彼女を除いて。そんなことがますます感情を逆なでする。彼女が職員室の扉を開けると、見慣れた教師が机に向かっていた。地味だがパリッとしたシャツと背広。穏やかであるが油断ならない細眼鏡。匂わないタバコをふかしている20代中盤のやさ男。どうにもまだ彼女に気づいてない様子だ。山城先生。勢いよく扉を閉める。その音にさして驚いた様子もなく、山城と呼ばれた教師は顔を上げた。やあ、おはよう、青崎くん。要件は聞いているかな？はい。1時間前に自宅で、事前に何の相談もなく。この高校の卒業生である彼は、生徒たちとそう年が離れていない。そのせいか、他の教師よりも生徒に慕われている。話題も豊富で口調も温和。教師というより頼れる先輩といった人物だが、あいにく彼女はそう慕ってもいなかった。教師は冷徹であるべきである。生徒にとっては、愛憎入りま、愛憎入り混じった険しい壁であり、間違った憩いの場でニコニコ笑っているお兄さんであってはならないというのが彼女の持論だ。山城教諭は彼女が良しとする教師像とは正反対の人物で、自然彼への口調は固く愛想のないものになる。もっとも愛想なんて微笑ましいもの、彼女には初めから装備されていないのだが。はあ、今日もご機嫌斜めみたいだね、君は。それは先生の気のせいです。今日だけ特別という話ではありませんから。きっぱりと返答しつつも、彼女自身自分がひどい顔をしているのは承知していた。寝起きの機嫌の悪さと寝不足の疲れが相まって、畑を見るような目つきになっているだろう。そうならいいんだけどね。彼にはそう辛く当たらないでくれよ。僕らじゃ正直どう扱っていいかわからないところもあるし。先生、その件ですけど、私まだ詳しい話を聞かされていないのですが。刺すような彼女の視線とともに、山城教諭はああと答えてタバコの火をもみ消した。電話じゃあなんて聞いたの？転入生の紹介をするとだけです。理由も脈絡もない説明でした。簡素な答えに山城は感心して眉を上げた。彼女が怒っているのは見て取れたが、その理由が休日に呼び出された件ではなく、電話の内容が要領を得なかったからだとは。いやはや実に厳格だと山城教諭は苦笑いした。先生、これが笑い話ならそろそろ帰っていいでしょうか？いや、ごめん謝るよ。冗談じゃなくて真面目な話なんだ。ちょっと君の手を借りたくてね。本当に転入生の問題で？
訳ありというか難しいというか。彼宗十郎くんと言うんだけど、ちょっといろいろとずれていてね。僕らが案内してあげるより同世代の君の方が適任だと思ったんだ。彼女は不審げに表情を曇らせた。教師の業務を生徒に押し付けるのも怠慢だが、それ以上にその転校生がずれているとはどういうことだろう。ここに問題がある、扱いが難しいというなら想像しやすい。しかしずれているというのは何なのか。ずれてるなんてそう使わない表現だけど。彼女は不審げに思案するもすぐに頭を切り替えた。あれこれ悩んでも仕方がない。なんだかこの会話自体がずれているようで居心地が悪いし、情報が少なすぎるし、そもそも断るつもりなら今頃ベッドの上で運路な会の気分になっている。うろんな会の気分になっている。クソが。俺マジ読めなさすぎるやろ。ごめんなさいね、本当に。一つ質問があります。何？あ、学年は君と同じ2年生だよ。性格は落ち着きがあって人の話をよく聞くタイプ。裏を返せば覇気がないとも取れるけど、それならそれで付き合いやすいだろ。青崎くんとはクラスは違うけどきっと仲良くな。そういったことは本人から直接聞きますし測ります。そうではなく、なぜ私なんでしょうか。トゲトゲしい声は同時に転入生の案内を承諾していた。不満ではあるが、とりあえず自分の感情は置いて与えられた役目に取り組んでみる。極めて自己中心的な気質でありながら努めて公正でいようとするのが彼女の特徴だ。やや盗作しているが、その真の強さを山城などは頼もしく思ってしまう。まあ時折その強さが予想の範疇を超えることもあるが、それはそれ。天才と思って諦めるのがここ1年で山城教諭が学んだ彼女への対応策である。もう一度だけ聞きます、山城先生。それでなぜ私なんでしょうか。有無を言わせぬ詰問に山城教諭はやや押されながらも返答する。それはね、別に青崎くんが先生方に敬遠されているのと同じぐらい信頼されていて、学校のためなら教師も生徒も一緒くたに切って捨てる鉄の生徒会長だからじゃないよ。めっちゃいじってくるやん。それ以外にこんな呼びつけを受ける理由はないと思いますけど。信用ならないと彼女は半目で生徒会顧問を見据えた。17歳の少女にあるまじき迫力と17歳の少女らしい愛らしさ、奇跡的なバランスで両立する眼差しを山城教諭は見とれるように穏やかな笑顔で受け止める。いや、責務だけでいいなら僕がやってるさ。この人選に関しちゃ教師や生徒会長といった役職も関係ないよ。なんていうか、こんな頼みを損得抜きで聞いてくれるのは君だけだと思ってね。適任ですからと強く推薦したわけ。要はなんだかんだ言って底抜けに人がいいでしょ君と言われているようなものだった。山城先生。うわ、怖っ。もう睨まない言ったろ。僕にはともかく彼には笑顔でってと。まあ納得してくれたならすぐに移動しよう。もうずいぶん待たせてしまっているからね。それと雨の中ご苦労様。帰りはもちろん車で送るよ。スマートに立ち上がる山城教諭。それに結構ですとだけ返して彼女は職員室を後にした。待ち続けること1時間。いつの間にか空模様は小雨になっていた。彼はぼんやりと雨だれの音を聞いている。長方形の机が事務的に置かれただけの部屋。
人影は一つ。彼の他には誰もいない。この部屋に通され、座って待っているように言われてから、もう随分と時間が経っている。まっとうな学生なら、不満や不安を口にしてもいい頃だろうに、少年はそれこそ畑のかかしのように、じっと言いつけを守っていた。体の芯にまで届く寒さ。11月の終わり、冬を迎え始めた午前の気温である。室外は外よりいくらかマシな程度。ストーブをつけていいからという教員の声を聞き逃したのか、このタイプのストーブはまだ見たことがなかったのか、暖房は入っていない。彼は冷たくなってきた指先に軽く息を当てながら、ぼんやりと周囲を観察する。この殺風景な部屋は会議室というらしい。お？在校生から見れば仰々しい会議室だが、彼から見れば飾り気のない広いだけの部屋だった。生活の匂いがしないため、つい乾ききった岩屋などを想像してしまう。彼はやることもないので、こんな冷たい場所でどんな話し合いをするのだろうと真剣に検討してみた。どう考えても答えは出そうにないので、雨音に意識を戻す。雨の空は山のものと少しだけ似ている。いや、かろうじて原型をとどめている。匂いも音も硬くなっているが、根底は同じものだ。こんな異界にあっても山と共通するものがある。そんな些細なことがしんみりと嬉しい。雨に濡れた街は好きだ。よく晴れた晴天の方が心地よいのは当然だが、そういう気持ちの良さとは別の視点で彼は雨空を好いている。雨にけぶった街並みは少しだけ土の匂いが増して、未練がましくも故郷を思ってしまう。そんな時だけ、都会にやってきた不安も少しは薄れていく気がするからだ。と、すぐに落胆の息がこぼれた。まったく情けない。引っ越しして2週間も経つのに、気を抜くと故郷を忍ぶ未練がましさに肩を落とす。これではせっかくの新生活に申し訳がないのではないか、と、彼は一人気合を入れ直して、行儀よく待ち続けることにした。これが彼やね。ぼんやりと熱心に雨の音に意識を向ける。彼にとってこの程度の待ちぼうけは苦でもないらしい。痺れるような寒さも1時間の放置も深呼吸と一緒にあっさり飲み下す平常心。岩の上にも3年とか耐え続けた赤穂浪士とか。長所かどうかはさておいて呆れるほどの辛抱強さ。それが現時点におけるこの少年の特徴だった。一方、彼女は痛くご立腹だった。ちょっと待ってね。もうちょっとなんかこの、効果音を大きくしたいよね。そやな。うん、これでいいね。ごめんね。はい、一方、彼女は痛くご立腹だった。職員室から会議室に向かうまでの間、これから会う人物のプロフィールを聞いたからだ。こうなんかその小出し、なんかそのさ、情報というかこのね、まあ、俺はほら、もう全部プレイをしとって中身も展開も全てを知っとる人間、全てって言ったらあれだけど知っとる人間だから、あれかもしれんけど、改めてこう見てみるとさ、やっぱこういうのさ、なんだろう、言葉、文字による情報の小出しと、このね、ビジュアルによるさ、このキャラクターのさ、さっきはほら、ね、後ろ姿だったりさ、
首から下だったりとか、今は下半身だけだったりとか、窓に映るその少年の姿だったりとか、そういうのをさ、文字情報と一緒に小出し小出しにしていくことでさ、なんかその、なんだろうな、弱火からコト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 、ね、上がっていくような、なんかそのね、水温が上がっていくような、そんななんかワクワク感があるよね。うまいよな。なんでも、その人物は生まれてから今の今まで電気も通っていない山奥で暮らしていたらしい。電気がないということは、現在の文明社会の半分以上を知らないことになる。なんて絶望的な断絶。戦後どころか戦前の話じゃない。ロビンソンにも程がある。彼女はそんな憤りもやむを得まい。彼女のそんな憤りもやむを得まい。なんでも、その山奥の村は長いこと集落として孤立していたらしい。麓の村とですら月に一度の郵便で連絡を取るだけなんて、現代の日本とは思えない。が、しかし、今や高速道路や JR、旧国鉄といった動脈静脈が張り巡らされた我が国ではあるが、そういった山村とはない、そういった山村はないと言い切れないのも事実である。確かごめんなさいね。補足情報として、この時代の背景が1990年くらいですね。大体。今確かなことは、そんな状況で暮らしてきた人間が何を考えて生きているのか想像できないということだけだった。電気がないって、村に行き渡っていないだけで公衆電話ぐらいはあったんですよね。なかったそうだよ。こっちに暮らすようになってまず驚いたのが電話だそうだし、電話って便利ですねなんて真顔で言われてね、そういえばそうだなぁと再確認させられたぐらいだよ。あははと笑う教師を彼女は横目で睨む。何が嬉しいのか、山城教諭は田舎の純朴な少年に当てられて和んでいるらしい。駐在もいないってことか。うちも実家は山奥ですから、電気が通っていないのはありえないとは言いませんけど、そいつ、学校も知らないんですか？うん。どんなものかは知っていたそうだけど、実際来るのは今日が初めてらしい。それで緊張していたのかな。あまり会話も弾まなかった。ああいうのも野生児っていうのかな。狼に育てられた狼少年みたいな。いや、探検隊の話だね。怖いな青崎くん。冗談だって。そう睨まないでくれ。大丈夫。話してみた感じおとなしい子だったから。なんていうか言葉の通じない小動物みたいな感じ。山城先生、その例え気休めになってませんから。つっけんどんに返しつつ、彼女は電気のない生活とやらをシミュレートしようとし、ただでさえ不機嫌な顔を一層トゲトゲしく曇らせた。だってそれは彼女の知らない世界だ。教師陣が両手を上げて降参したのもうなずける。本当は彼女も降参して暖かなベッドに戻りたかったが、一文にもならない自尊心が押しとどめていた。できると見込まれ、自分でもできると判断して引き受けた以上、経緯や内容はどうであれ、そう簡単に放り出すわけにはいかないのだ。雨音を背に冷え切った廊下を歩いていく。会議室はもう目の前。眉間にシワを寄せたまま、長い髪を揺らして彼女はまだ見ぬ異邦人へと向かっていく。優雅な足取りのまま戦場に突撃するかのごとく。いや、青崎くん、君を信頼してる僕だけど念のため確認しておくよ。なんていうか優しくね。できれば笑顔とか作れないかな。作り笑いは苦手です。一応努力しているつもりですが。ああ、そうなんだ。それはよかった。いや
ほんとよかった。青崎くんにも苦手なものってあったんだね。山城教諭が肩を落とすのと九段の会議室に到着したのは同時だった。山城教諭は優しくね、と目配せし、会議室の扉に手をかける。そんな扱いに彼女のイライラは増すばかりだ。分かってるわよ、愛想が悪いってのは。でも笑顔なんて意識して作るものじゃないんだし、だいたいそういうインスタントな人付き合いなら飛び丸の方が向いてるって。彼女は自分の愛想のなさにため息をつくが、考えてみると寝不足のまま休日の学校に呼び出されては笑顔も何もあったものではない。加えてその元凶は高校生より小学生から始めた方が良さそうな人物なのだ。その人物に責任はないにせよ、彼女にだって学校側の仕事を押し付けられる責任も義理もないのである。せめて、なんというか、もうちょっと空気を読んで平日にやってきてくれたのなら、と愚痴の一つも言いたくなる。いや、というか敵。なんであろうと敵。悪いけど、情状酌量以前に敵。間が悪いのはお互い様っていうか、ほんと、なんでよりにもよってこんな忙しい時に。寝不足でキリキリ痛む頭が彼女の攻撃性を1割増しにする。この扉の向こうにいる人物がどれだけ無害であれ、我が眠りを妨げた者はみんな敵。そんな彼女のイライラが頂点に達しかけたタイミングで、山城教諭は会議室の扉を開けた。ゆっくりと横に開いていく風景。情緒なんてお構いなし。まっすぐな視線のまま、彼女は会議室に進行し、その一風変わった敵と対面した。カメラは再び一方に。時間は少しだけ巻き戻る。何もしなくてもいいという指令は、ある種の人間にとってはかけがえのない贅沢であり、ある種の人間にとっては耐え難い攻め苦である。能動的な彼女にすれば羨ましい反面、怪しすぎて受け入れない高級品。受け取れない高級品。受動的な彼にすれば親しめる反面、郷愁を起こす苦いトゲのはずなのだが、目下絶賛待たされっぱなしの顔にこれといった不満は見られない。彼は自然に姿勢を正したまま灰色の空模様を眺めている。さらに待ち続けて早1時間だが、まあ先方さんにも都合があるのだろうし、何もお金を取られるわけでもないし、雨音さえあればいつでも待ち続けられるといった風。でもそろそろ9時を過ぎるのか。それでも漠然と一応時計を気にしながらぼんやりと雨音を聞く。休日の校舎に会話はない。ポツポツと窓を叩く雨。しんと沈み込む空気のきしみ。それと、カツカツとまっすぐに力強く響いてくる靴の音。よかった。忘れられているかと思った。軽い足音とそれより重い大人の足音が聞こえる。彼がホットハンドの息を漏らしたとき、会議室の扉がスライドした。すまないね。ずいぶんとお待たせしちゃって。まず目に入ったのが、罰の悪そうな笑顔をしたメガネをかけた男性。確か山城和樹という先生で、ここに案内してくれたのも彼だった。ってあれ、
里中先生いないんですか？ひどいなあ。話し相手になってあげてと言ったのに。山城氏はますます申し訳なさそうに頭をかく。その後ろから不機嫌そうに口を閉ざしたまま、迷いのない眼差しで長い黒髪の少女が現れた。ここに来て、やっと口元まで。そして対峙するわけか。少年の顔と、呆然と息を飲む。窓を打つ雨音が世界から消失する。この時、錯覚であれ、時間の経過を感じなくなることは本当にあるのだと、彼は初めて思い知った。彼女はほんの少し驚くように瞬いた。理由は不明。先立って聞いていた通り、少年は純朴な田舎のイメージそのものだったのに、直感的に納得いかないと反発して、彼はほんの少し驚くように目を開いた。理由は明白。ただ、それを正しく形にできる言葉を知らなかったので、結局こちらも回答欄は空白のまま。この瞬間、少年は確かに何か運命じみたものに触れた気がした。紹介するよ。彼が転入生の静木宗十郎くんで、こっちの彼女が静木くんの案内役。うちの生徒会長で休日を押して新しい仲間の案内役を買って出てくれた青崎青子くんだ。声も雨音もほのかに遠く。二人の出会いはこんな感じ。良きにしろ悪きにしろ、バチッと火花が散るような、そんなどうでもいい始まりだった。